追放された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ第78話原滝屋を文獣ぜ。じゃあ次の戦いまでにお前たちの装備を預けてくれ。ただし何度も言うけどどんな力を持つかは保証できない。それでもいいわ。美咲が即答し目を輝かせた。俺たちはただそれを使いこなすだけだ。剣吾が拳を固く握り力強くうなずく。これまでも進化に救われてきたその事実が彼らの信頼を揺るがないものにしていた。ちょうどその時ユージが熱々の肉の皿と温かいパンを運んできた。戦場の味気ない星にとは違い香ばしい匂いがテーブルに広がり4人の顔が自然とほころんだ。こういう時間久しぶりだね。戦いのこと考えずに友達と話せるなんて。美咲が小さくつぶやいた。ユーマはジョッキを傾けながら彼女の横顔をちらりと見た。戦場で見せる厳しさとは違い今はただ柔らかく、そして少しもろそうにさえ見える。お前顔赤いぞ。剣吾がニヤニヤしながら茶化すと美咲はうるさいわよと小声で返しほんのり頬を染めた。それでも3人はまだ次の可能性を求めているように見えた。単に戦力を増やしたいわけじゃない。ユーマの力を信頼し共に次の戦場を乗り越えようとする強い意志が仕草や視線から自然に伝わってきた。じゃあ明日の朝一番に預かるよ。ユーマがそう言うと任せるね。美咲が柔らかく笑った。そこにあったのは戦場の冷徹な魔法使いではなくただの少女のような表情だった。頼んだぜ。剣吾が満足げにうなずく。カスマサは最後に短くよろしくとだけ言い視線をそらした。夜風が吹き込みランタンの火がゆらりと揺れた。その日の下立ち上がった4人の影がテーブルに落ちまるで一つの輪のように重なった。ほんのわずかな時間戦いを忘れ仲間として同じ場所にいる。そのひとときが次に待つ嵐への備えとなるかのようにユーマは夜通し進化を施し武具を新たな形に変えていった。翌朝イオナスの町外れ枯れ木だらけの廃区画に4人は姿を現した。戦火で焼け落ち今は誰も住んでいない場所だ。広場には石畳だけが残り訓練場として使うにはうってつけだった。ユーマは3人を前に一つずつ布包みを解いていった。包みの中にはこれまで集めた希少素材や特殊なアイテムを元に進化させた新たな武具が収められている。昨日話した通り今回は3人とも違うタイプの強化を試してみた。ユーマの声は低くしかし自信があった。どんな特性が出るかは俺にも完全には読めないけど少なくとも素材の段階で狙った効果は出るはずだ。じゃあ順番に渡していくぞ。最初に手渡されたのは一の剣だった。ユーマはゆっくりと鞘から抜きその刃を朝日にかざした。刀身は黒鉄の地に刃の奥で細かい飛脈のような光が走りところどころでかすかに熱気が揺らめいている。原滝弱山の剣特性マグマの本流山撃時に高温エネルギーを噴出。特性爆炎断点で爆発的な炎消波を発生。特性耐熱再生高熱耐性自動修復。これは火山島で作った進化済みの剣だ。斬撃に魔力を乗せると一気に威力が跳ね上がる。爆発衝撃も出せるが使いすぎるなよ。カスマサはその重さを手のひらで確かめると溜まって鞘から吹き抜いた。刃先から熱がこぼれ周囲の空気が歪む。軽いなけど中に力が詰まってる感じがする。カスマサは無言でうなずき剣を構えた。その眼差しは鋭く今すぐ試したくて仕方がない様子だった。次に
装飾品のセットだ。深い青色の杖と銀の耳飾りを取り出した。杖には淡い光の文様柄線を描き、耳飾りには極小の魔性格が埋め込まれている。青い紋装紋の杖、特性無影響発動影響なしで魔法即時展開。特性魔力増幅魔力効率向上出力アップ。年間の耳飾り。特性魔力回路の安定化暴発リスク軽減。彼女の杖は以前より淡く光っていた。杖そのものが影響の補助を超えて無影響魔法を吹き出す仕様になっている。そして耳飾りは二重影響を可能にする。この2つを組み合わせると通常の影響を飛ばして発動できる上に2系統の魔法を重ねることもできる。ただし魔力の消耗を分けた違いだから注意しろよ。美咲は杖を握り軽く回してみた。青白い魔力の粒子が杖柵からこぼれ、彼女の周囲に浮遊した。すごい影響しなくてもイメージだけで反応するわ。指先で思い描くだけで発動できると思う。でも二重影響を試すときは気をつけてくれ。美咲は唇の端を上げ目を輝かせた。あなたって本当に人の想像の限界を超えさせるのが得意ね。ユーマは苦笑し、またそんな大げさなでもありがとう。最後の一つ剣語用の盾を取り出した。それは以前よりも厚みが増し、表面に螺旋状の文様が走っていた。中心に埋め込まれた魔性核が不気味なほど深い黒を放っている。中絶の盾。特性重力反射攻撃時に重力波で敵を弾く飛ばす。特性重圧屈死滅波に内に極限重力上を展開して敵を押しつぶす。特性反動無効使用者への負荷軽減複数発動耐性。攻撃を受けた瞬間相手の足元に巨大な重力場を生じさせる。吐きずり込まれるような感覚になるはずだ。剣吾は盾の円をはたき、その響きを確かめた。相手を重力で押しつぶすってわけか。そうだ。ただし発動には盾越しに一度攻撃を受ける必要がある。カウンター狙いになるな。望むところだ。剣吾は満足げに豪快に笑った。装備の吹き渡しが終わると彼らはそのまま実戦テストを開始した。美咲はカニゴーレムを召喚し、荒れ地全体を訓練場に作り変える。そのまま息を整えるいとまもなく二重影響を発動した。分厚い水壁が一瞬で形成され、その裏側から水槍が無影響で生み出される。これ本当に私がやってるのを。美咲自身は目を見開く。影響の言葉は口にしていない。杖から流れ出る魔力がまるで石を持つかのように形作っていく。カズマサは新たき弱山の剣を振りかざし、灼熱する葉から炎の軌跡を描きながら突撃した。ゴーン。すげえ。桁違いだ。一心の目に驚くと笑みが同時に浮かぶ。切り裂くというより炎そのものが敵を飲み込んでいく感覚。これまでの剣では感じたことのない圧倒的な威力だった。その背を剣後の重節の盾が守る。黒い重力の本流が盾の周囲に発生し、迫り来る訓練用魔法ゴーレムを空間ごと押しつぶすように地面に叩くつけた。ズドーン。こいつを押しつぶしてやがる。剣吾自身も思わずつぶやく。重力のくしむ音が耳をつんざくほどだ。前より連携が早い。剣吾が興奮気味に叫ぶ。っていうか、この剣の威力どうなってんだよ。カズマサが驚愕混じりに笑う。私だってどうしよう。影響なしで二重影響なんて制御しきれないわ。美咲が杖を握りしめ、半ば叫ぶように応じる。荒れ地には爆炎と水しぶきの轟音、そして重力のうなりが交錯した。ほんの数分の模擬戦だったが、3人の動きは前回とはまるで別物で、威力も速度も桁違いだった。ゴーレ
息を吸う